おはようございます。画家の小木曽です。初めましての方もおられるかもしれませんね。今日の動画はですね、透明水彩で人物を描いております。人物の顔ですね。で、今回はですね、特に下地、あとはちょっとワンポイントちょこっと今までやってないようなことをやってます。そういうところをちょっとお見せしたくて、こういうこともできるんだっていうことに私自身も発見がありました。こういうところをぜひ、注目して最後、描き込みまで、しっかりお見せしてますので、ぜひ楽しんでみてみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これはキャンソンボードというものを B3 を B4 半分に切って、使用しております。で、今、下地をこんな色塗ってますね。これ、右の下の1、2、3番目、または4番目、3番目ぐらいかな、ぐらいのですね、色を塗っていってます。緑ですね。緑と青ですね。ちょっとパレットなんかも見せておきますので、青っぽいものを少し入れてみたり、ちょっとこの後紫とかも入れてきますね。で、ちょっと濃いところは少し濃いめにして、顔全体に下地をまず塗っていくという、なんていうんですか。昔の、例えば初期ルネッサンスと呼ばれるような、14世紀、15世紀頭ぐらいのテンペラ絵の具とかっていうのは、例えばテールベルトとか、緑土と呼ばれるような下地を塗ってあったりします。そういう風な色を塗って、おきました。そしてまだ乾かないうちに、ですね、紫色を塗って、影の部分とか少し濃いところは紫をにじましながら塗っていって、まだまだ乾かんうちにやれることはやっておくんだということで、やっていっている次第でございます。背景の方もですね、薄くちょっと塗っておいて、ですね。で、ちょっとギューッとやると少し馴染んできますので、ですね。周りの色と馴染ましたりするときはこういうふうに、絵自体を動かしてあげるという。で、また乾かないうちに少し髪の毛も。でもあんまり髪の毛も顔の方まで描いてしまうと顔の方の肌の方に紫がわーっと入っていきすぎてしまうので、その辺は慎重にしながらですね、進めていこうと思っております。今回はですね、やはり人の肌の色、例えばグリーンブルー系みたいなものを塗ってみたという薄くですけども、そして完全にドライヤーで乾かします。もう一つですね、ちょっと途中段階今まであまり出てきていない画材を少し使用しております。そういうのも楽しんで見てみてください。私が実験台となって皆様の悩みに解決できればと思って、私なりのチャレンジをいつもしております。今日は、1月の14日ぐらいなのかな、朝7時、土曜日ですけども、なぜか大学におります。7時半までに大学に来ないとなんか車が入れないそうなんで、いつもこんな感じで、毎年こんな感じで来て、夕方まで仕事があるな、背景塗っていってます。何のことかわからないかと思いますが、なんとなく皆様察していただければと思います。細かいこと言うと怒られますから言いませんけどね。で、背景の方、ちょっと暗いところ。あまり書き込まないところと書くところみたいなの私結構分けてやります。やっぱり大事なとこと、あとはなんからしさとか、透明水彩らしさみたいな、今にじましたですね、部分とかっていうのを割り振りして、そして顔のところなんかはもう完全に乾いた状態で顔の中に入っていかないようにぐっと左の外側から決めていったりとか、今は例えば、木の前に立って佇む女性、少女というかもう20歳超えとるから女性かな、学生さんがモデルをしてくれております。これ黒いマスキングテープなんですけどね。これも確かジャングルさんで購入しました。ジャングルって何すかって感じですけどもね。通信販売サイト大手のですね、ジャングルさんですね。1990確か4年か5年に創業しているはずですけども、当時は昔はですね、ジャングルさんは本しか売ってなかったんですけどね。今の皆さんご存知ですかね。私たち学生時代に本を通信販売ですみません、ドライヤーで乾かします。通信販売で買えるというだけでもセンセーショナルだったのが今から26年、7年前か。27年も経つんか。私大学生の頃ですね。大学になったばっかり。Windows 95というのができた時に、これちょっと洋服の柄を描いてってます。隙間を塗り残して、白を塗り残していくという作業です。これ1時間はかかってないけど、地味にやってますよ。ライブ配信とかでこんなん見せてもいいんですよ。皆さん退屈で途中で寝てしまうでしょうけどね。途中から早送りにしていってますけども、そういう1995年とかあたりっていうのはそういう会社が結構創業していて、今世界的な企業27年でやっぱ世界一になったりするんだっていうふうに思いますもんね。もともと確か銀行員かなんかですよね。ジェフ・ベゾスさんですか。間違えたらすみません。で、今柄を一生懸命描いてて、もうとにかく周りが乾くのを待ってる間にやってる感じはしますよね。こういうのね。そしてちょっと飽きてきたんで、人の肌に行きます。
そして2層目の下地ですね。これは黄色と右上の3番目と4番目ぐらいの色を混ぜて、ちょっと赤みがからしたり、ここのところが大事なのは、全く一色だけじゃなくて、ちょっとずつ色を変えておいてたのをパレットに置いているんですね。今黄色とかちょっと赤みがかっているのとか、右の方にもちょっと黄色いのがあったりとかするじゃないですか。そういう風にしていっているという。そして今ドッとこう影の部分。そしてこう、パキッパキッと分かれてるでしょ。塗ったとことそうじゃないとこ。後でこう乾かないうちに、水だけで、溶け合わすようにグラデーションをかけるんですね。どういうことって感じかもしれませんけども、グラデーションをかけるという作業をうまくできるようになってくると、人の肌の下地とか人を描くの上手になっていきますよ。なかなか透明水性っていうのは消すことができないので、この乾かないうちに、集中力を持って、今かなり水が多くなってきてますけども、ちょっとこう明るいところに対してグラデーションがかかっていったことが分かりましたかね。こうちょっと触ってあげたりすると、今これ完全に水だけです。ほら。今のがグラデーションですね。わかりました。絶対わかったでしょ。巻き戻してみてください。今水だけでシュッとやったんですよ。ああいうところがね、なかなかこう人物描くときの難しいところやと思いますので、人物描きたいな思うときは、こういうグラデーションとか、このね、下地、綺麗でしょ。なかなか自分で、久しぶりにうまいこと言ったぞっていう感じでですね、我ながら自分でもうまいこと言った方の下地かなと思っておりますので、たまに失敗したとか言ってますよ。私の動画っていうのは。そういうとこも、見せることによって、おじさん失敗しやったなとかって思うのを見てもらってもいいと思います。そしてこっちの方、ちょっとね、下の方あまりやってなかったから、ちょっとこう、なんていうか、塗りムラみたいにできてしまったんですね。乾いてしまって、その後に今この色塗ったからですね。こういうところもちょっと早めにやっていかないと、今も水だけでやりましたよ。っていうところは大事なとこですね。だから乾かないうちにやれることをやっていって、水をその場所に差し込んでいくと、またこう、乾きが遅くなったりしますので、長いことほったらかしにしておかんようにしておくといいんですけども、やっぱりどうしても書いていくと、長いことほったらかし、今こうやりましたね、水だけで。っていうことをしていくことが大事です。ここがポイントですね。そしてちょっとこう馴染ませてあげようかなっていうので、こういうふうに、ちょっと画面動かしたりすると、水が重力によって下の方下がっていきますよね。こういうところなんかも下に下がっていく影みたいなのを落としてやろうということで、下の方にこういうふうに持ってったりします。こういうことによって、影の中、ここのところはちょっと難しいなと思いながらやってるんですけども、影の中というのが少しこうやって落ち着け、ふふふとかって吹きかけたり、そしてちょっとドライヤーで乾かしました。そしてちょっと暗いのぐんと僕なんかは勇気出して置いていきます。うわあ、怖い。こんなことしはるんや。ね、髪の毛のベース紫色に対してガンともある程度色を塗ってって、なんかこうあんまり光の入らない森の中という感じなので、あまりこうコントラストが強い人の肌ではないんですけども、このような感じで描いていきます。ね、で目なんかも少しこう描き出していってますね。ちょんちょんちょんと一番真ん中のこう目の中なんていうんですっけ、忘れてしまった。交際でしたっけ。すみません、間違えたらすみません。その目のこう作りみたいなものも少し学ばれると皆様いいんですけどね。という暗いところから描いて、その周りをこう描いていって、光の部分というのは塗り残してという感じで描いていきます。意図的にちょっと今回は青っぽい目にしてみました。特に意味はないんですけども、ちょっと森の中の静かなあまり光の入らないところということで、なんか暖色より寒色にしてみようかなという、なんとなくそんな感じでやってみました。で、目描く時とかもよく皆様に僕言うんですけども、上まぶたの影が落ちていて、下のところもなんかギューッと線引きがちなんですけども、で、この鼻もやっぱり黒ではない方がいいと思います。ある程度暗い色ではいいと思うんですけど、黒みたいな色をボンと置いちゃって、結局黒になってしまったみたいな人いるんですけども、やっぱりそのあたりっていうのがうまいこと美意識が反映されてくるといいなと思います。黒い花とかってね、なんかある演歌歌手の方のモノマネとかね、女性歌手のなんかコロッケさんでしたっけ、熊本出身のね、方が鼻をぐわーっと黒く塗ったりしますけど、あんな風に見えてるんですよね。でも写真とかだと黒なんですけどとかって言う人いるんですけど、それは絵ですから、絵を描くということを少し考えられると。そして眉毛とかもいきなり描くというよりは画面の中で、そしてまた洋服が戻ってまいりました。ちょっと完全に顔を乾かそうかなということで、ちょっと退屈な仕事ですけども、洋服はわわわわと早送りでお見せしております。
基本的にはあまり早送り使わないんですけども、自分でも動画見てここ長いなとか思うことあるんで、そしてまた目の方にちょっと乾いてきたかなっていうので書いていって、ちょっと濃すぎたなと思ったら、ティッシュとかでポンと拭き取ってあげるということをしてあげてみてくださいね。塗って暗いと思ったらすぐ、これはいつも、あれですね、激おじくんみたいなんで、そしてこれ、見ました。フィクサチフって言うんですけど、軽く今、塗布しときました。そして仕事に行って帰ってきてまた書いてるんですけども、ちょっと色が違うの多分日中かなんかのさっきの夜中やってたんでしょうね。色がちょっと違ってすみません。で、少しだけ軽めにシュッとかけときました。これによって書き込みとかの体勢、紙の体勢強さですね、みたいなものが増すんじゃないかなと思ってやってみたら、薄く書ける分にはもう、書ける、フィクサチフを書ける分には問題ないかもしれません。やっぱアラビアゴム分を少し定着軽く。ただやりすぎたら多分弾くんちゃうかという僕の予想があって、あまりやりすぎませんでした。油絵なんかでも、キャンバスで下書き鉛筆なんかでした後に、フィクサチフとかかけて書いたりすると弾いたりすることあるんですよ。でも薄く今ピュッとかける分には完全には定着していないんですが、いつもよりも紙の耐性みたいなの強くなったので今3層目のこれ下地を堂々とかけるようになってきたなっていう感じがします。まあなんか一番初めの下地の段階にジェスを塗ってみようみたいな動画もあるんですけども、ちょっと今回は途中段階で紙の耐性を強めてみるみたいなことを、してみたら案外これは僕の中で今後もやるんちゃうかな。今までなんでやらんかったんって感じかもしれませんけど、やってみました。意外と使えるぞという感じです。こういうところも2層目塗って、また乾かんうちに今にじましていきましたね、オレンジ色。で、そういうことって意外と下の絵の具がもう動き出したりするんですね。3層目ぐらいになってくると。でそれでもそんな感じはしなかったんで、これ案外使えるかもなと。何回ぐらい、できるか分かりませんが、フィクサチフをもうまたこれが乾いてからもう一層とかいけるかどうかは分かりません。それはおじさん知りません。皆様も実験してみてください。おじさまだって、おじさまと言うてな、おっさんだって、実験を繰り返します。この辺の感触、青っぽい色なんていうのはすごくデリケートに、あんまり青く塗りすぎるとものすごい怖い人になってしまいますよということで、ちょっとデリケートに、寒色系も入れるけど暖色系もまた反対色やったりするから、あまり混ざりすぎると汚くなるとかね、そういうところが難しいかもしれませんので、そういうところを注意しながらやってみてください。ほっぺたの影とかも描きつつ、こういうところも描きつつですね、ちょっと水で今グラデーションをかけていってる。この辺りが3層目になってくると、普通だったらちょっと下の絵の具が動いたりして、溶けよったなとかっていうこと、あんまり細かく気にしない人は気にしなくていいと思うんですけども、私どっちかというと写実的に描くタイプの人なので、そういうのがすごい気になったりして書き込みもうこれ以上できへんなとかっていうことになりがちなんで、その辺が意外とできたぞということを皆様へのご報告とさせていただこうと思います。そして髪の毛も少し描き出していってます。洋服の描き方ちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、中心部分ギューッと描いて周り柔らかくわざとこれ薄く描いてるんですよ。これのがかっこよくないですか？全部ビチッと描いたらすごくここの絵の中でコントラストっていうのがバチ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 って強くなってきて、顔とかよりも強いコントラストになってしまうんですね。でもちょっとあえて襟のところだけはちょっと濃いめにして、そうすることによって人の方の顔とか首とかの方に目行きますぜというのが分かってきてもらえたら、周りのところとかは弱めてもね、かっこいい雰囲気で終われるかなとか、背景なんかも全部書くわけじゃなくて、書くとこ書かんとこみたいな分けるためにも、洋服のところがこれぐらい強弱みたいなのがついてると、背景も強弱がつけやすいんですね。っていうことを少し皆様覚えていくと、途中段階で終わってもかっこいい絵が描けるようになってくるわけですよ。端から端まで一生懸命写真写したんでどうですか？先生正解ですか？とか言われても困るんですね。なんかやっぱり見せたいところをしっかり見せるということが大事になってきますね。今回だったら顔やったりしますしね。っていうことで目のところの周りもちょっと慎重に画面全体の中での色とかもバランスとかも見ながら書き込みながら、眉毛ぼちぼち描かんとあかんなとか、ちょっとまつげ女子はまつげがどうちゃらこうちゃらとかなんか言うてたんで、わかりました頑張って描きますわみたいな感じですね。っていうことで、髪の毛とかも描きながら、ちょっと真上からです細かい部分映ってませんけども、
こんな感じで書いていっております。だからこう下地を塗って、うっすらと初めに塗った、そういえばあんだけ鮮やかな緑塗ったけど、皆様どうですか？今眉毛描いててますよ。ねえ、そんなに違和感ないと思いませんか？でも単にこうなんか感触だけ赤とか黄色とかだけで描いて、今ボタンを描いててます。描いていってしまうと、なんかこう深みが出えへんかったり、なんかこう日焼けしたような、何でしたっけ？対名犬でしたっけ？ね、洋食屋さんの人みたいに真っ赤な顔にね、なんかこう感じになったり、ぜひインターネットのヤホーあたりで調べてみてください。真っ赤な顔になったでとかってね、私が鬼好評みたいなのやってたんですけども、皆様の作品をあだこうだ言う企画で、その中でも何度か言うてたんですけど、なんかこう真っ赤ですねこの人みたいな感じでなっていた人とかいるんですけども、肌やから寒色、赤とか茶色とか、今は肌の色とか肌色とかって言うたらいかん時代になってるんですね。なんかいろんな人種の方々おられますから。でもこう、日本人の黄色人種的な人を描くときに黄色人種やから黄色と赤だけみたいな感じでやってても、なかなか、リアリティみたいなのって出てこなかったりするわけじゃないですか。背景の方少し書き出していってます。ね。その辺っていうのはやっぱり微妙なこうファンデーションじゃない。私も毎朝お化粧してですね、お出かけするんです。キャッキャ、今日はデートだ、キャッキャキャッキャ言いながら出ていくんですけど、嘘ですけど、何か下地を塗ってその後に何かするとかって女性の方、男性はわからないと思うんで、皆様ね、ご結婚とかされてたら奥様にちょっとファンデーション貸してくれないか、みたいな感じで言ってみて、ちょっと使わせてもらったらいいんじゃないですか。どうしたのあなたとか言われるかもしれませんけど、ちょっと僕は目覚めてしまったんだ。なんて言ったら面白いかもしれませんよ。日常の会話がね、あまりないうちは結構ありますけども、ない方はぜひそんなことをされてみてもいいんじゃないですか。新しい自分が見つかる。もうそれにハマっていくかもしれない。何の話しとんねんって感じですね。ストレスがかかる仕事の前というのはわけのわからん話をするもんだなということが今回動画を撮りながら思っております。髪の毛の細かい描写もしながら背景も書いていっております。なかなかうまいこと下地がいった方の作品ですね。だからこういうふうに僕も水彩画とかでね、水彩画ばっかりやってるわけじゃないからですね、何かこう新しい、水彩画とかを、新しいわけこれはね、じゃないですけども、自分なりの何か得意なジャンルをこう、方法とかを見出そうということを延々としていく。こういうもんなんですよね、作家さんっていうのは。こうやって書きましょう。じゃあ僕はなかなかなくて、自分自身もなんかいつもコロコロ変わっていって、逆に昔書いたものを忘れてしまって、どうやって書いたのかなとかってなってしまって、動画とかこうやって撮っといたら思い出せるかもしれませんので、この時そういえばこれやっとったな。パレットも拭き取りましょう。ちょっとお見せしておきますね。ということで、これは茶色とプルシャンブルーみたいなんで、かなり暗い色を作っております。黒は使ってません。左下のパレットのところは黒なんですけども、あそこはほとんど使ってません。だいたいこう、ちょっと青みがかっているとか、ちょっと赤みがかっているのは茶色を多めするとかっていう感じで、バーントシェーナとかですかね。とか。を使ってこう目のとこの影、目の中の影を描いていってる。わー、細かいことしてはるわーって感じですね。ナイロンのだいたいこう面相筆、ラウド、丸っこい筆を使いながら細かい唇なんかも描きながら、いい表情が描けたなという感じでございましょうか。学生さんの、いつも頼んでいる学生さんに、他誰か、なんかあなたたちで誰か、いい感じの子らんって言ったら、あの子が絶対いいですって2人から LINE で聞いたら、2人とも同じ答え返ってきたんで、この子が、選出されました。ありがとうございます。なんかもう顔写真も載せていいですよ、なんて言って優しい子ですね、今の子。悪いことしてないですからね、皆さん悪いことせんかったらね、顔とか別に出しても大丈夫なのかもしれませんしね。っていうことで、こういう感じで、微妙に書いていくこともすごく書きやすかった。珍しくなんかスムーズに筆が運んだ、フィクサチフのおかげかもしれませんし、下地のおかげかもしれませんし、そのあたりというのは正直わからないです。が、非常に私の中では書きやすくスムーズに描き進めれた楽しかった一枚でございます。会心の作品というわけではないかもしれませんけども、よくこう言われるんですね。もう先生にとってのもう代表作は何ですか？いや、わからんっていつも答えるんですね。その瞬間はいいと思っても、後から、やっぱこう
しとけよかった、ああしとけよかったっていうのが出てくること多々あります。これももうちょっと暗く最終的にはいけたらよかったんですが、なかなかもう少しこう大胆に下地の2層目あたりを強めにいくっていう勇気を、オラに誰か勇気をくれみたいな感じでしょうか。ドラゴンボールを別に見ていた世代ではないんですが、最後、ちま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 書いていってるところもお見せしておきます。出ているですね。出ているを書いていっています。出ているって何ですか？ディティールのことです。ディティール、細部ですね。僕、出ているって言うんですね。なぜか、なまってしまうんです。すみません。田舎者でございますから、なまってしまうんです。出ているを書いて細かい描写。本当にこう書いてるか書いてへんかわからん程度。ちょっと濃すぎたなとか失敗したなと思ったらすぐティッシュで拭き取ってます。こうティッシュで拭き取ってるシーンはちょっと映ってないですけど、こういうところも鼻の中のハイライトの中のハイライト、今水だけでぼかしましょう。こんな細かいもうしょうもないことしてはるわって感じでしょ。で、鼻のとこの、これ今水だけで、ちょっともしかしてちょっとここエッジが強すぎる、要はグラデーションが弱いなと思ったんで、少し今ティッシュで、ポンと拭き取りました。水だけでね。フィクサチフを軽めにかけてるから取れました。なんかちょうどいいバランスって多分あるんちゃうかなっていうふうに思いながら書いていってます。ね。この辺も細かい描写をしながらグラデーション。ハッチングと呼ばれるような仕事かもしれませんけども、ちま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 書いていって、テンペラ絵の具とかで書く際、そこテンペラ絵の具で書くという動画をいつか作りますね、みたいなこと言って1年ぐらい経ってしまったな。作らんといかんかなと思いながら、最後の描写をお見せしていってます。目もちょっと暗くしてもいけるぞと、周りとのバランスを考えながら、目も別に青い目をした女性じゃないんですよ。それは絵画だから、そんなの変えてええわけですよ。別にね、そんな誰もこの人目青くないでしょなんてね、多分知ってんの、私のゼミ生ぐらいしか知らないと思いますので、そんな嘘ついてぶっこいてもいいんですよ。皆さんね、もう皆様正直にやりすぎるところありますもんね。ちゃんと、こう微妙なところを書いていきながら、本当にこう微妙なところ、細かい描写をしながら、密度を最後上げていきながら、完成と持っていった次第でございます。おぎぞの話うるさいぞっていう方はぜひミュートにして自分の自室で、素敵なミュージックでもかけながら見ていただけたらいいと思います。聞きたいという人も いるらしいんでね。その辺はもう勝手にやらせてもらいますけども、この辺りもちょっとこう拭き取ったりもして、ちょっと鼻のグラデーションとかをもう少し柔らかくしてみたりとかして、最後こう密度をちまちま上げていって、イヤリングですかね、っていうのも書いてて、こうなかなか絵になるイヤリングしてきてくれたんですけどね。で最後この服の中のこれがピンボケみたいになってるんですけど、周りは書いて柔らかく書いてるだけですよ。それで最後赤いところ書いて完成といたしました。ご視聴ありがとうございました。よかったら本当チャンネル登録とかいいねボタンとかをいただけたら、おじさんそんなのが励みになります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？こういう下地を塗っていって、こう塗ってって、こう塗ってってっていう、プロセスがすごくわかりやすい動画になったんじゃないかなというふうに思います。書き込みのところも実はこれぐらいの微妙なことずーっとやっとるんですよっていうことが皆様に分かっていただけると、これがプロの仕事か、おじさんの仕事かということが分かっていただければと思って、頑張って作りました。皆様もぜひですね、人物ちょっと難しいと思うんですけども、参考に、頑張って描かれてみてください。楽しみにしております。皆様のご活躍を頑張ってチャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。